こんにちは。お気に入りの端切れ増えていませんか？何かに使えるかもと思っても結局そのままになりがちですよね。そこで今回はたまった端切れを活用するアイデア18選。作り方はありませんが作品作りの参考にどうぞ。今日のテーマは端切れの活用術。1章自分の実用小物、2章おうちインテリア、3章布で作るギフト。この3つの章で端切れの活用アイデアをたっぷりご紹介します。第1章自分の実用小物。まず身の回りを彩る小さな布からスタートです。作ってみて本当に良かったのが日常のちょっとした瞬間にお気に入りの柄が目に入ることなんです。まずはコースター。お気に入りの布を四角く縫うだけでティータイムが特別な時間に変わりますよね。私も最初はこれだけでいいのって思いましたが、使うたびに心がほっと温まります。次にくるみボタン。まさに自分へのご褒美です。コロンとした質感に仕上げるコツは、少し厚めの布を選ぶこと。お洋服のアクセントにもなってお出かけが楽しくなります。パッチワーク。いろんな柄を組み合わせていくと新しい世界が広がります。正解なんてないから自分の好きを並べるだけでいいんです。パズルみたいでついつい夢中になっちゃいますね。使い慣れた針山も端切れで包み直すと新品みたいに生まれ変わる。針を刺すたびにその布を選んだ時のワクワクした気持ちを思い出して裁縫がもっと好きになります。読書の時間に寄り添うしおりもお気に入りの布で作れば愛着が湧いて、挟んであるしおりを見るたびに物語の続きが気になって最後まで読めちゃいます。乱雑なケーブルも布のベルトで留めればすっきり整います。機能的なだけじゃなくて見た目が可愛いと整理整頓も次はどこをきれいにしようかなって前向きになれます。第1章では実用的な小物のアイデアを見てきました。小さな布1枚で暮らしの景色がこんなに変わるなんて素敵ですよね。第2章おうちインテリア。お部屋をハッピーに。私もやってみて驚いたのが、布の持つ柔らかな力がお部屋の空気感をふんわり優しく包んでくれることでした。三角形にカットした端切れをつなげて壁に飾ってみませんか？風に揺れる様子を見ているだけでなんだかパーティーが始まるような明るい気持ちになるお部屋作りです。お気に入りの柄をパネルに貼るだけで立派なアートになります。壁に穴を開けなくても立てかけるだけで OK。 季節に合わせて掛け替えるのもおしゃれですね。手のひらサイズのクッションはインテリアのかわいいアクセントになります。中にハーブを入れれば香りも楽しめます。こうやって重ねて置いとくだけでなんかかわいい。冷蔵庫のメモを留めるのも布で包んだマグネットに変えちゃいましょう。パッと華やかになって毎日のお料理や献立作りも軽やかな気分になります。中身が見えちゃうカゴにはお気に入りの端切れをふわっとかけるだけで解決です。これだけでお部屋の統一感が出るので、急な来客があっても自信を持ってどうぞって言えちゃいますね。布の隙間から香るラベンダーは心を穏やかにしてくれます。端切れを巾着にするだけでクローゼットの中までワクワク。開けるたびにいい香りがして幸せですよ。第2章ではお部屋を彩るアイデアをお届けしました。端切れの使い道に正解はありません。あなたの感性で
自由に空間をデザインしていく過程こそが最高に贅沢な時間なんです。第3章、布で作るギフト。大切な人へ届ける準備。はぎれを使ったラッピングや添え物は手作りの温かさが直接伝わるので、送る側ももらう側も笑顔になっちゃいます。紙のリボンの代わりに細長く切った布を結んでみてください。結び目の柔らかい表情がプレゼントをより上質に見せてくれます。私もこれを始めてからリボンは布一択です。厚紙に小さなはぎれを貼るだけで世界に一つだけのメッセージタグが完成します。一言添えるだけであなたの思いがより深く伝わるはず。相手の喜ぶ顔を思い出しながら作る時間は格別です。ちょっとしたお菓子を配るときに布で作った小さな袋に入れると喜ばれます。ミシンがなくても手縫いで十分。その一手間が大切に思っているよというメッセージになるんですね。布を丸めてお花の形にすれば素敵なブローチに。お友達へのちょっとしたプレゼントに添えると、これ作ったのって会話が弾んで楽しい時間が始まります。余った布でお子さんのヘアゴムを作るとお洋服とお揃いになって可愛いですよね。私も娘に作ってあげた時、鏡を見てニコニコ喜んでくれたのが何より嬉しかったです。封筒の内側にはぎれを貼る布封筒もおすすめ。開けた瞬間に鮮やかな柄が飛び出すサプライズは受け取った人を贅沢な気分にしてくれます。お手紙を書く時間がもっと楽しみになりますね。第3章では思いを形にする方法を考えました。はぎれという小さな存在が人と人との絆を深めるきっかけになるなんて、やってみて本当に楽しかったし、ワクワクしました。今日のまとめ。今日ははぎれの活用術をたっぷりお伝えしました。実用的な小物からお部屋を飾るアート、そして大切な人への贈り物まで、布の端っこまで大切にする心は日々の暮らしを慈しむことにもつながります。あなたの手元にあるはぎれたちもアイデア次第で明日からキラキラ。ぜひワクワクしながら挑戦してみてくださいね。最後までお付き合いいただきありがとうございました。もしこれいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録をしてください。それではまたお会いしましょう。